髪の線はどこまで書き込むか、これ難しいですね。じゃあこれ2頭身3頭身キャラだったらどうなるんだって言ったらですね、結構髪の毛の線がもっと丸くなったりするんですよね。で目がこうでかくなったりして、こんななんか二頭身キャラっぽくなったでしょこれっていう風に毛先を減らす、そして毛先を丸くしたねっていうことによってよりデフォルメされたキャラクターになってるっていう風に、今自分が描こうとしてる絵がどういうものなのかっていうのを意識した上で線の量をやっぱり自在に増やしたり減らしたりする。なので結局はですね、自分の描きたい絵をちゃんとやっぱ見ながら描くっていうのがいいと思います。自分はどんな絵柄を描きたい人なのかをちゃんと認識した上で、描くっていうのはやっぱ大事なのかなと思います。そもそも髪の毛って、長さでかなり印象が変わるよっていうような話があります。簡単に言うとですね、まず短いとちょっと子供っぽくて、長いと大人っぽいよっていうのはこれ見てちょっと分かりませんか？プラスですね、前髪のあるなし、これもねいろんな理由があるんですが、多分顔の面積の問題でしょうね。目がよりこっちの方が下に見えるとか、ここら辺ってですね、実際のリアルな人間の印象論と全く同じだと思うんですよね。人にもよるけれど、思春期ってやつですね。なんかだと、こんな感じでこう内向きに自分の髪の毛をやって、自我を守ろうとするっていうね、ような方に走ったりもするんですね。そうであったり、あるいはおでこを出してさらに外にこのように髪の毛を立ててたりすると、これは外交的な印象になったりすると。っていう風に、もう髪の毛がそのものなんですよね。そういう前提でデザインしてるんです。そもそもこのキャラは内向的だから、じゃあ内向きにしよう、この子は外向的なら外にしようとかっていう風に、そのキャラクターの、雰囲気をこのような、シルエットでもって表現してるわけです。だから髪の毛の形と性格をそこで一致させるっていうのかな。見てる人にこのキャラはこういうキャラですよっていう、直線的な、髪の毛は要するに真面目そうだったりこだわりが強そうだし、こう丸々としたね髪の毛だとちょっと変わってるなんか不思議ちゃんなのかなみたいなねっていう風に、こう髪型によってそのキャラクターらしさっていうのはすごく出るんですよ。だからデザインする時に正確に全く違うような髪の毛にしちゃうと、これ何なのっていう風になるんですよね。これどっちなの、どういうことっていう風に、そこで見てる人に余計なストレスを加えてしまうんですね。だから今僕がこれ書いてあるのは割と基本的な原理原則に近い部分なので、そこはやっぱあんまり外さない方がいいんじゃないかなっていう気がします。で次ですね、髪の毛がどうしても躍動感が出ないとか、髪の毛硬いんですよねっていう人結構悩みとしていませんか？髪の毛ってやっぱり上から下に落ちるんですよ。この物理現象っていうんですかね。そこに髪の毛があると思って描かなければやっぱり質感は出ないですよね。だからともすると皆さんこういう風に考えちゃってませんかっていうことです。こういう風に顔横になったのになんか一緒に髪の毛があるみたいな。でもこの前髪だってどこから生えてるわけですよ。でもちろん後ろの毛だってね、どっかから生えてるわけですよ。髪の毛頭から生えてるわけですよ。そしたらですね、毛がですね下の方に向かうのはこれ当たり前のことだと思うんですけれど、そこに髪の毛があることをイメージしながら描かないと、なんか途端にこういう風になっちゃうんですね。自然と下の方に重力に合わせて、下がってませんかってことです。前髪だってこのように形を変えて下に向かいますよね。こんな感じふわーっとねっていうことが起きるんじゃないかなと思います。それで言うとですね、肩にかかった肩や胸にかかった髪の毛をどのように考えるかというと、僕はこんな感じで捉えてます。もう滝だと思ってます。僕滝が流れてる物質なんでね。髪の毛といえどもちろん質感硬い柔らかいとかその人によって質感はあるにせよ、上から下に流れてるもんなんですね。っていう風に、それ何なのっていう風に考えてください。それ何なのってね。一応これ寝てる絵なんです。寝てる人を上から撮ってる絵だと思ってくださいね。これだとさ、立ってる人と何違うのってなっちゃうんですよ。これね、勘違いしちゃいますよね。これ立ってんの寝てんの分かんない。ただこうするとこれ寝てるって感じしません？さすがに髪の毛がこんな風に広がることって
立ってたらないね。まあ強風だったらまたちょっと違う形になると思うんだよね。強風っぽくもあるけれどちょっと違うよね。でこれどういう風に考えたらいいのって言ったらですね、こんな感じで僕ねこの筆の説明よくするんですよ。筆ガッてこう押し付けた時どうなるのか。筆ガッて押し付けたらなんかこんな風になりません？なので髪の毛もそうなるよっていう解説です。簡単に言うとね。っていう風にですね、自分の身近なもので、筆身近じゃないか何でもいいんです。身近なもの、タオルでもいい、物を置き換えて、それで自分で感触が分かるものを描くっていうのが実は絵はすごく重要なんですよ。だってこの滝の発想もそうだし、筆の発想もそうだし、滝も筆も髪の毛じゃないもんね。だってね、普通に考えて。だけど髪の毛を考えるときに、皆さんはなんかこれを考えちゃうわけですよ。ギザギザのやつです。ギザギザだったりギザギザじゃなかったりするけど、そのデザインのやつですね。こういうデザインをしてたらですよ、なんかこういうデザインをしてたらずっとこの子はずっとこうだみたいなねって思っちゃうわけですよね。だけどこういう髪型はですね、前髪変えすぎると、キャラ同一性が崩れてしまうって言って、これがおでこバンバン見せのこうブワーってなるとですね、こう同じキャラって見えないよっていう風に、なっちゃう恐れはあるんですが、その同じキャラ同一性を保てる範囲で、髪の毛はなびくし、動くし、顔を下にしたら下に向かうしっていうことが、起きるはずですよね。この子こういう風に顔をね傾けたらこの部分がちょっとこういう風になるよね。完全に影響を受けるわけではないんだが、影響を受けすぎると同じキャラって見えなくなっちゃうんでね、多少そこは本当ねデフォルメーションとキャラクター同一性をキープするっていうその境目みたいなもんなんですけれど、なんせ皆さんそのキャラクターの絵にやっぱとらわれすぎちゃうね。そうするとどうしてもこういう発想がなくなってしまう。そこにその髪の毛があるんではなくて、何か三角の尖った鋭利なもの、自分でこれ髪の毛だと思ってその意識して描かなければ髪の毛に見えないんですよ。ちょっとここで雑談なんですけど、僕は髪の毛を描くときにどういうふうに考えるか、タオルだと思って描いてます。いろんなところにタオルあると思ってください。ここにタオルがあります。こんな感じで僕の描く絵ってこんな感じです。下書きだね。で髪の毛なびいたらタオルみたいなものがね下にタラーンとこれタオルですよ。ここにぶら下がってるっていう風に考えたら扱いやすくないですか。まずはでそれがこう動くと思ってください。こうでこう、そしたらここがこう上がるよね。ここ大事ですよ。こうなるよね。だってそうだよね。これ何を言わんとしてるかっていうとですね、これ絶対やっちゃう人多いと思うんですよ。こういう髪の毛の人なのに髪の毛なびいたらここにあるの。髪の毛ここに来たらこういう風にあるのよ。髪の毛おいしれっと伸びてるぞこれわかる？しれっと伸びてるってどうした？ここにあったこの髪の毛は不意にこっち来たら伸びるのってことは、これ戻すよ。戻したらこうなっちゃうよ。こうなっちゃう。ほらね、しれっと伸びてんの。どうした？戻したらこうなっちゃうよ。なんか変な髪の毛になっちゃうよ。なんかこういう髪の毛になっちゃうよ。この人こんな髪の毛になっちゃうよ。これね結構みんなやるよ。だからなんでハンカチでいいとかタオルの折ったやつでいいっていう風に今一回置き換えたから。でタオルだと思ったら気が楽でしょ。タオルだと思って描くんだよ。タオルこうなるでしょ。なんかふわっと上がったらでここにちょっとこんな風になるでしょ。なんかシワみたいなね。でもさっき言ったようにこっちに平行移動しないですよ。タオルだったらね。まず自分の身近なもので、しかも、想像しやすいものに置き換えるんです。でその束が無数にまた別の感じで、今度タオルじゃなく、タオルを細く切ったものでもいい、そういうものがまた何個かあるんだなっていう風にして、またここに一束増える、また別の一束が増える、そしてここでだんだんそういうのがまた別の一束が増えるみたいにして、また別の質感の方向のものがあるとかっていう風にしていけば、徐々に髪の毛っていうものがなんか自分の中でこうつかめてくると思います。最初に
なんかギザギザのものっていう風に思うともう無理。髪の毛っていうのは頭があったらそこから下に落ちてんだよって。もうこれがもう超シンプルな話なんですよ。で前髪もそうだ、こっから始めようと。でそこにギザギザがあるんだよと。あくまでベースはそこだよ。この発想はどこから来るのって言ったら、実はやっぱアニメーションなんですよ。絵動かすってなった時にこの一個一個のやつをどうにかするってね、もうダメですよ、無理ですよ。いやそうじゃない。まずなびきっていうのは大きな束から始まって、紙のなびきだけれど、もっと言うとこれ旗のなびきでもあるんです。旗のなびきっていうのはこうなって、これがこう広がって閉じて、それがこうなってクロスしてこうなったりとかね。でこうやってなびきって作っていくわけですよ。またこう上に上がってみたいなね。っていう時にタオルぐらいのすごい簡単な形で一回置き換えて、ねじれとかいろんな形をイメージしないとなかなか描けないんですよ。でこういうすごく簡単な一番シンプルな形から徐々に髪の毛にしていくわけ。やっぱりデザインの線追いみたいになっちゃうんですね。例えばうつむいてる人がいるとしますよ。今ちょっと思いつきで描きますけど適当にね。でこの子がどういうふうにいるんだとなったら、髪の毛がやっぱこの肩にあったり、この周りにこうぶつかったり、これって結局は箱にぶつかったところから、タオルというか何かも置いたらこんな感じになりそうじゃないですかっていうような、すごい簡単なものの、見え方考え方がそのままこのこういう時どう描いたらいいんですかってよく言うやつですけれど、いや手があってさ、そこに乗っかってたらこうなるし、そこからさらに下の方に下がったらこうなるだろうしね。それは自由自在ですね。っていう感じで皆さんですね、身近なものに置き換えて自由自在にですね、髪の毛を、描いてみてください。はい、そんなところでお疲れ様でした。じゃあね。